こんばんは。ちょっと待ってね。ちょっと龍角散飲んでからと思ったけど間に合わなかった本番。なんか本番直前のコメント見てたら50過ぎたら焼肉食べるか食べないかって話になったみたいだけども、食べるんじゃないのわかんないけど、俺が行くような焼肉屋ってなんか結構じいさんとかが来てるから、多分僕の世代、いわゆる昭和30年代とか40年代生まれって焼肉とか肉にまだ渇望的な、若い頃あんまり食えなかったというのがあるから、年取って焼肉が食えるようになる、つまりお財布的に食べれるようになったら割とねヘビロテでいって、でその結果体を悪くするっていうのが多いんじゃないかなと思います。こんばんは、岡敏夫ゼミです。第456回だね。毎週日曜ですね、夜7時から吉祥寺で生配信でお届けしていますということでですね、一番最初まず世間話から始まるんですけども、もう今日の世間話はこれだよね。魚の子だよね。魚の子ね、もうみんな見てくださいって話なんですよ。もうとにかく僕の点数で90点超えは間違いないんですよ。で今年のベスト5に間違いなく入る、今年の見た邦画洋画含めてベスト5には間違いなく入って、で下手したらベスト3に入るかも分かんない、90点超えだからですね、というですねすごい映画なんだけど、ただね何がいいのか説明できないんですよ。それがもうすごい困ったことに、さかなクンの映画なんだけども、でほぼ実話らしいんだ。でほぼ実話っていうのもすごいし、あとさかなクンがなんか本人役じゃないんだけど出演してるのも面白いんだけども、なんかさかなクンという存在ではなくてミーボーっていうですねキャラクターとして描かれてるんだけども、そのミーボーの映画としての完成度がすごく高くて唯一無二の作品を見た。で何がいいのか分かんないので似た感動の作品探そうと思ったら「ノマドランド」っていうですね2年ぐらい前にアカデミーの候補になったですね、あれも見た後で俺は何を見たんだっていうです、なんかすごい衝撃受けた映画があるんだけども、それに近い。であとね映画館によって当たり外れってことないけど、僕は吉祥寺で見て、吉祥寺はガラガラだったんでガラガラで見たらもうガラガラで見ても僕結構うわーと思って感動したんだけども、なんか映画館によってはかなり人が入ってて、そこではすごい笑い声が起きるらしいのね。ですごい笑い声が起きる劇場で見たらこんなに笑えるのになんか何が面白いのかやっぱみんなわからないらしいんだよ。だから映画館終わってエレベーターとか階段でのざわざわがなかなかすごいらしいんだけども、ということでね、申し訳ないけどもね、なんで面白いのかを分析するようなのが仕事かもわかんないんだけども、ちょっとこれ僕今のところもう10日以上考えてるんだけどちょっとできないのでですね、とりあえず見てください。まだ映画館で見れるからよろしくお願いしますということですね。じゃあ今週の配信の予定ですね、いきましょう。はい、明日はですね、9月19日はセカンドチャンネルの配信があるんだけどね、もうあんまり見てほしくないですよね。正直いろいろ言い過ぎたんですよ。正直いろいろ言い過ぎたからちょっと明日は見ても見なくてもいいです。で、21日がですね水曜日ですね、ガンダムのですねビグザムその2、先週のガンダムがですねかなり短かったんでちょっと今週はそれよりは長いです。で23日の金曜日がアップグレードでホモデウスをアップグレードします。で来週25日がですね人生相談ですね、今月2回目の人生相談やりますので、よろしくお願いしますということなんだけども、この間に挟まって僕は配信じゃないんだけどね、20日の日の火曜日に東京に自由学園っていうですね学校があって、星野源が卒業した学校で、中学から高校までの一貫校で、各学年とも男子クラスと女子クラスとが一つずつしかない。で、だから合計6クラスでね、で大学もあるらしいんだけども、それがなんだろうな、そこのですね中学校の
あれは3年生かな、3年生の子から岡田さんに講演に来てほしいと呼ばれて、ちょっとそれがあまりに面白かったんで、じゃあ、講演するかどうか分かんないけど話聞かせてって言ったら、その中学生の子が男子1人女子3人で僕に会いに来てくれて、引率の先生も来てくれたんだけども、話聞いたらね、なんかそいつらがあまりに面白かったから講演会受けたんですよ。で全部録画して後で公開しても構わないという許可も取ったので、多分ねこの、25日は人生相談やるんだけど、その次の10月の最初の週あたりにその自由学園の僕の90分の講演を、そのまんま、やることになると思います。でかなり質疑応答も入ってですね、活発なものになる予定なんですけど、まあ明後日やるからまだ分かんないというかね、まだ準備もほとんどできてないんだけど、でテーマが平和なんですよ。平和についてというやつです。平和について語るのになんか俺向いてないんだけども、まあ行ってきますということですね。そんな感じでですね、今週の予定はできてます。なかなかね、ちょっと今週は個人的にもいろいろありそうなところだなと、その自由学園含めてですね、焼肉行きたいなと思います。じゃあ今日のやつ行きましょうか。今日はですね2007年だからもう15年前に書いた本なんですけども、世界征服は可能かですね、千曲プリマー新書、これをですねアップデートした配信になります。千曲プリマー新書っていうのは中学生にも分かるように書いてくれというふうに言われたんでですね、なんか僕の中からもう一回語りたいなというのがあったんで今日持ってきたんですけども、その自由学園の話もですね、その中学校1年から高校3年までを全部、一つのホールに集めて話すんですけども、中学校1年に分かるように話さなきゃいけないイコール半年前まで小学校6年生だった人たちにも分かる言葉で話し、なおかつ高校3年生っていうもうかなり大人に意識近い人たちにも伝わるような話しなきゃいけないということで、僕としてはこう難易度をかなり上げられてる感じなんですよね。なのでこのちょっと千曲プリマー新書のこの本を書いた時の気持ちにね戻ってきたんで、今日これ話したいなと思ってました。ですね、世界征服は可能かというタイトルなんですけども、これ世界征服をどのようにしようかということではなくて、そもそも世界征服というのは可能なのかどうかっていう問題に絞ってる作品なんですね。でいろいろ今日話すんですけども、ちょっと今日押さえておきたいのは、昭和の作品は無茶だったということなんですね。昭和の作品を令和の価値観で見るとなかなか無茶なものが多かったっていうですね、なんかこうその観点からちょっと今日はおさらいをしていこうと思います。まずなかなか令和の話にですね、無料の終わりの方で届いていくんですけども、まずは昭和のですね考えられていた世界征服からですね、もともとこの本を書いたきっかけっていうのは NHK のアニメの「不思議な海のナディア」っていうのをやった時にですね、世界征服を目指す謎の悪の集団ネオアトランティスというのがあると。でそのネオアトランティスっていうのはそもそもどうやって世界征服したいんだろうとかですね、なんか失敗した部下がすぐに殺されちゃうんですね、ボスに。これもね悪の組織あるあるでよくある話じゃないですか。悪の組織がですね、我が組織にはですね失敗するものはいらないって言って殺すけども、言ってしまえば企業で言えば取締役クラスですよね。企業で言えばその取締役クラスまで実力で上ってきた人間を企業のトップがですね、失敗するやつはいらんって言ってクビならともかく殺すというのは組織としてどうだろうかっていうですね、もうごく普通のツッコミで、なんでそんなことをしちゃうんだろうかで、なんでそういう描写に僕らは納得するんだろうかなんですよね。なんで特に昭和の時代の僕らはですね、そういう組織を見てやっぱり悪の組織ってこういうところなのか納得しちゃうのかっていうのを結構書いた作品なんですけども、例えて言えばこれですよね。昭和の作品でこの本の中であんまり書いてなかったんですけども、僕やっぱり一番典型だと思うのは科学戦隊ガッチャマンなんですよ。これ別の作品から持ってきたやつなんですけど、ジップでおはよう忍者隊ガッチャマンの時のやつなんですけども、
これ見ると科学忍者隊ガッチャマンってどれかで、これ敵のギャラクターなんですけども、なんかここに線があるような気がしませんか。つまりこの白い女の子までがガッチャマンで、こいつらが悪の組織って見えるんですけども、実はこのミミズクの竜ってやつはガッチャマンなんだけども、なんかちょっとねこれこういう並べ方するとなかなか分かんないんだよね。で、これが正義のヒーローガッチャマン、南部博士より偉い人で、こっちが悪の、集団ギャラクターですね、地球征服を狙う、総裁 X っていうですねわけのわからんやつが宙に浮いてて、で事実上のトップのベルクカッツェがいて、一般戦闘員がいる。一般戦闘員とミミズクの竜の色味が同じだから見分けがつかないということなんですけども、これが戦うわけですね。でやっぱ俺ガッチャマンが面白いと思うのは、この一般戦闘員の上に幹部がいるんですよ。この下の方見てください。これが幹部ね。ギャラクターというのはみんな仮面かぶってるんですよ。でこれね指揮系統というか命令的に難しいと思うんですよね。俺なんだろうな、スター・ウォーズで帝国軍が滅んだのもそこに理由があるんじゃないかと思うんですけども、誰が誰か分かんない、その場にいるのが誰が誰か分かんないから結構現場混乱すると思うんですけど、みんな同じマスクかぶってる。でも幹部の人だけちょっと偉そうなマスクかぶってる。でこの幹部一人一人が巨大ロボットみたいなのに乗って科学忍者隊に戦いを挑んで、失敗すると必ずこの偉いベルクカッツェがですねスイッチを押すとなんかこの乗ってるロボットごと爆発されるわけですよね。でこれが2年以上続いたアニメなんでですね、番組の後半になってくるともうそのパターンが分かってきて、科学忍者隊に負けそうだと分かるとこの戦闘員が逃げ出すんですよね。で幹部が止めるんですよ。で逃げるなと言ったら、どうせベルクカッツェ様がっていうふうにこいつらが捨て台詞を残しながら逃げるから、ほらほら見たこっちゃないと。一見失敗した幹部を殺す鉄の掟っていうのはみんなが命令を守って死ぬ気で戦うのかと思えばそうではなくて、旗色が悪くなっただけで現場から逃亡するようなやつが現れると。だからそういう管理法はダメなんだなというふうに、僕なんかそのガッチャマンを見ながらですね、中学生の頃かなぐらいの頃からこうぐちゃぐちゃ思ってたわけなんですけども、こういうですね悪の組織っていうのはすぐにこう幹部を殺しちゃうと同時に、幹部が現場に出て戦わなきゃいけないというですね、これもねなんかこう困ったあり方ですよね。これも悪の組織だからっていうこともあるんでしょうけども、多分正義の組織というかホワイトな会社だったら前に出るのって誰でもいいから、いわゆるその見栄えのいいタレントを使ってもいいし、いわゆるそうですよね、その企業が CM に使うようなタレントを使ってもいいしというふうなことで顔出しをできるんだけども、悪の組織っていうのは悪いことをしてるっていうなんかこう自覚があるから、みんなこうマスクかぶっちゃう。マスクかぶっていて、でおまけにその現場のですねトップの人間がなんだろうな先頭に立って一番悪いことをやらないとみんななかなかついてきてくれないというジレンマがありますよね。そのジレンマがやっぱこれ仮面ライダーの悪役なんですけどね、来年ですね、新仮面ライダーが公開するので今から楽しみなんですけども、そもそも仮面ライダーってどんな作品なのかっていうと、これ死神博士っていう悪の幹部なんですよ。悪の幹部なんですけど、死神博士が実は改造人間イカデビルでもあるんですよね。イカの怪人です。イカデビルでもあるんですよ。で幹部が改造されて強化人間なんですよ。これもなかなかすごいですね。普通改造人間みたいなのって下っ端の戦闘員として使われるんですけども、ショッカーというね世界征服を狙う悪の秘密組織は何か不思議な哲学があってですね、その組織で偉くなるためには改造手術を受けなければいけない。で改造手術を受けて人間より強くなったものが人間をですね支配するというですね、ある種北斗の拳の世界ですかね。北斗の拳というなんか昭和の漫画があるんですけども、ずっと今日昭和の話ばっか半分になって申し訳ないんだけども、そういう昭和の世界観ではですね、力こそ正義だみたいなのがあって、強いやつほど上に行くと。だからその北斗の拳でもですね敵の組織みたいなのが言ったら幹部は一般戦闘員より強い、しかし大ボスは一番強いと。
で主人公のケンシロウは次々戦っていて最後大ボスと1対1でタイマン張ってみたいになるんですけど、仮面ライダーも割とそれに似てるんですよね。幹部は一般戦闘員より強くてですね、でこの人はイカデビルなんですけども、イカデビルが仮面ライダーと戦うのはだいぶ後で、この死神博士の命令で改造されたまた死神博士より下の幹部がいてですね戦うみたいなのがあるんですけどもですね、割とそうですねあんまりこれってよその国の作品では見ないかな。いやマーベル・シネマティック・ユニバースはそれに近いかも分かんないですね。割と日本で僕は特殊進化したような形だと思うんですね。で海外のですねこういうスーパーヒーローものといえばなんですけども、ヒーローものってですねもうちょっとリアルな方向で言ったんです。今話したのは昭和の日本のテレビ特撮とアニメなんですけども、1965年にですね、今でもやっているですね007、ですねジェームス・ボンドシリーズって映画がですね、大ヒットしたんですね。60年代から現在に至るまでずっと大ヒットを続けてるんですけども、で65年にですねサンダーボール作戦っていうのがあったんですよね。サンダーボール作戦、ポスターこんな感じです。初期007の傑作と言われてるんですけども、もうこのポスター見たらですねロケットエンジンを背中に背負ったジェームス・ボンドがですねなんか背景が海になってて、下の方にはですね美女がいてというですね、すごい分かりやすい007のアクション映画ですね、そういうふうなものを作ってるんですけども、この007の中にですねスペクターというですね悪の組織が出てきます。でスペクターというのが世界征服を企む悪の組織というふうに出てくるんですけども、このスペクターもちょっと困った組織でありましてですね、これスペクターの会議シーンですね。海外のハリウッド作品からだからかなり真面目に作ってるんですよ。一番上がですねスペクターの狩猟みたいなものがスクリーンで顔だけ見えないんですよ。でその下に幹部がずらっと座ってて会議してるんですね。で下をこの次の下、幹部たちがですね、我々はこんなことをしました、でいくらぐらいの儲けが上がりました、何人ぐらい人が死にましたという報告を次々とすると。大人向けの映画だからかなり真面目に撮ってるんですけど、でもその中でですねスペクターを裏切った者がいたらですね、この椅子がですね電気椅子になっていてバリバリバリとこのまま死んじゃうんですよね。なんか割とそういうやっぱり失敗した幹部とかですね裏切り者は殺すみたいなことをやるんですけども、これは日本のその昭和のアニメみたいな失敗したら即殺すというよりは裏切り者は許さないというマフィアの血の掟に近いような解釈だと思います。でその、裏切り者を殺された後も会議が続いてですね、このやっぱおなじみの後ろに世界地図があって、世界地図で世界中のいろんなところでスペクターのですね陰謀が進行中だというのが報告されるわけですね。ここら辺がその昭和のですね、世界征服観です。世界征服ねなんだろうな、昭和の時代にはですねまだそんなことあるんじゃないのかというふうに思われてたんですね。世界には何か裏側から手を回していいようにこの世を操っているやつがいるんじゃないかと。特にベトナム戦争なんて結果だけ見たら、貧乏なベトナムの農民とアメリカ軍とか戦ってるわけですよね。で理屈で考えたら戦う理由実はどっちにもないんですよ。もともとあれはインドシナ戦争というやつでですね、そのフランス領インドシナの独立運動であってですね、フランスとなんかベトナムのですね抵抗勢力が戦っているようなところに途中でなぜかアメリカが介入してきて、でフランスはいつの間にかいなくなって、でベトナムは2つに分かれちゃって、北ベトナムと南ベトナムという、地理でいうと南と北とに分かれてですね、でそこでですねアメリカ軍がなぜか最新兵器をですねどんどん投入して戦うわけですね。何が何か分かんないんですよ。なのでこの頃からですねその第二次大戦の頃までは正義と悪みたいなものがはっきりしてて、で、戦う理由があったと。
つまりナチスドイツだ、日本のファシスト政権だが世界の民主主義に対して戦いを挑んできたので、民主主義を守るために連合国がですね手を組んで戦ったというですね、これ本当か嘘かどれぐらい正しいか置いといて、まだねその流れっていうのをちゃんと分かるようにですね、誰もが納得できるような形であったんですね。ところがこのベトナム戦争っていうのは全くその流れに乗ってないんですよね。流れが普通の人に分かんない。なので実はあれは戦争の商人、武器商人というのがいて、その武器を使わせるためにアメリカの軍事産業が小さくならないように煽り立てて、必要のない戦争を世界中で起こして、でそういう世界を裏で操っている、例えばそれはロスチャイルドとかですね、そういう財閥かもしれないし、もしくは僕らが名前も知らないようななんかこう秘密の悪の組織かもしれないし、そういうようなところが戦争を煽ってるんだっていう陰謀論がベトナム戦争あたりからすごい流れたんですね。でそれが多分いまだにこうずっと続いてるんですよ。陰謀論っていうのはなくならないんですけども、第二次大戦の頃まではそんなになかったと。第二次大戦の頃は敵味方がはっきりしてて、なんで戦うのかの理由が分かってるから。ところが第二次大戦以後の世界ではなんでこれ戦ってんのと。今のそのロシアのウクライナ戦争もそうですよね。今一生懸命そのロシアの専門家のそういえば小泉さんとかがですねテレビに出て、ロシアはこういう感じだから、国民性だからというふうに説明するんですけども、なんであの戦争に誰の得があるのかもよく分かんないわけですね。どこに正義があるのかもよく分かんないので、陰謀論みたいなものがずっと流れてくるんですけども、そういうふうなものがあったので007なりですね、もしくは科学忍者隊ガッチャマンにしてもですね、仮面ライダーにしても、世界を裏で悪に向かってなんだろうな、破滅に向かって混乱に向かって追い込んでいく秘密勢力があって、でそれが、我々人類をですね滅亡に向かわせるんではないのか、破滅に向かわせるんではないか、混乱に向かわせるんではないか、でいつか悪の組織がその世界統一をするんではないのかっていうのが、昭和の大きいですねこのドラマの作り方だったわけですね。でその中でもですね、僕が比較的優秀だと思ったのが日本のアニメのですね宇宙戦艦ヤマトなんですよ。で宇宙戦艦ヤマトってかなり合理的な侵略方法でですね、ガミラスという星があると。でそれが地球を侵略すると。地球を侵略するのには最終回近くで明らかに理由があって、このガミラスがもう星の寿命が尽きていると。なので移民先を探していて、地球をその移民先に選んだと。でその移民先の地球には地球人が住んでいて邪魔なので、引っ越しする時に引っ越し先でバルサン炊いてゴキブリを全滅させるのと同じように、地球人にとって放射能というのは致命的なものらしいから、放射能にまみれた隕石をいっぱい落として地球を放射能まみれにしてしまえですね。でその後で我々は放射能をなんかこう吸って生きてるから平気なので、その後移民しようという考え方なんですけども、というですね、一応はその人類を絶滅させるだけの合理的な理由、彼らにとって合理的な理由があり、なおかつ侵略方法としては冥王星に基地を作ると。で地球からしたらね、冥王星にまでまず宇宙船っていうのを持っていける科学レベルではないんですね。なんとかいける程度なんですよ。ところがガミラスはこの冥王星に前線基地を作って、ここに防衛ラインを引いて、オールトウンというですね太陽系の外にあるですね、小惑星というか天体のカスがいっぱいあるところですね、そこから優星爆弾ですね、放射能にまみれたですね隕石をですね地球に向かって落としてくる優星爆弾というですね。でこういうふうに敵が全く手の届かないところから攻撃してきて、それに対して地球は反撃しようがないと。なんとか宇宙艦隊をですね冥王星の近くに持ってって、冥王星海戦というのが第1話であるんですけど、地球から冥王星に行けるのもせいぜい20隻か30隻なんですよね。でそれに対してガミラスはもうね前線基地がここにあるから100隻ぐらいの艦隊で迎え撃つし、あと地球の宇宙艦隊がレーザー光線がまだ届かない位置からもレーザー発射するし、でこの冥王星前線基地には巨大なまたねビーム砲があってですね、近づいていったら一発でやられるしっていうですね、味方の損害ゼロのまま地球人を全滅させるという作戦を取ってるんですね。かなり優秀なんですよ。でここからが本題なんですけども、
こういうふうにですね昭和の時代のですねアニメとかですね特撮とか、大人向けの作品007にまで地球征服とかですね世界征服を目指す組織というのが出てきて、その中には無茶な存在もあったし、割と今説明したように合理的に見えるような手法を取るようなものがあったんですけども、実はねこういう悪役や世界征服って最近見ないですよね。平成になってからあんまり見なくなって、令和になったらですね全く見なくなったと。今ね「鬼滅の刃」もそうなんですけどヒットした過去10年ぐらいのやつで世界征服とかですねなんかそういうものをですね真面目に真正面からやってる作品ってね僕知ってる限りないんですよね。今あるかな。そうですね見ないですよね。鷹の爪団というですねそのギャグになっちゃうんですね。世界征服をやるつもりというですね、あとハイオレニャルコさんとかですねいろいろですねなんか世界征服とか人類破滅を言うのは全てギャグの方になってしまってるわけですね。ドラゴンボールももういわゆる昭和から平成の初期の方だからまだあるんだけどもですねなかなかこうないんですよね。コードギアスその意味ではそうなかなか珍しいですね。昭和の香りを持ったアニメだったと思うんですけども、で現在という時代はその昭和の悪役昭和ヴィランがいなくなったある種僕は寂しい世界なのでですねヒーローものがすごい作りにくいんですよね。多分マーベルもそれすごく苦労してると思うんですけど、だからもう内輪もめになっちゃうの分かるんですよね。絶対的な敵が作れない世界征服だっていうのも変だし、宇宙征服だっていうサノフスの動機ですか、マーベル・シネマティック・ユニバース、あれもなんか個人的なものとしてやっぱり処理するしかないようなものになってきちゃうんですけども、でもう一つですね世界征服で考えなきゃいけないのはですね北斗の拳マッドマックス問題なんですよ。それ何かっていうと、例えば今偶然で核戦争が起きた、例えば今偶然で世界中でなんかコロナよりもっとひどいウイルスが、流行して伝染病が流行して文明社会が崩壊したと。そうなるとどうなるのかって、今コメントで「ヒャッハー」って流れたの、そうですね、ヒャッハー系と言われるですねなんかこういろんなところに入れ墨をした人がナイフとか銃とかそういうのを持ってなんかすごいトゲだらけのバイクに乗って、でそして暴力が支配する時代がやってきたっていうよく言うじゃないですか。あれが本当かどうかなんですよね。アメリカ人はねどうもそれ本当と思ってるらしくて、アメリカではそういう作品が多いんですけども、北斗の拳もそうですね、昭和の名作「北斗の拳」という漫画アニメも1990X 年、核戦争が起きたって、でその後の世界は暴力と恐怖が支配する社会だったっていうんです。でこれが本当かどうかっていうですねなんだろうな、この絶対暴力の時代が来ます進行というふうに呼んでもいいと思うんですけども、例えばそのアメリカでもですねその黒人問題が起きたら、その無実の罪で黒人の人が逮捕されたり射殺されたりすると黒人が暴動を起こすみたいなニュースが流れてきて、ほら見ろと、少しでもなんだろうな管理というか、平和を守るための武力警察みたいなものが力が弱まると、あっという間に荒くれ者たちが暴れ出して街を燃やして、で商店街を破壊して中からテレビとかラジオとかをこう持ち出して混乱するんじゃないかっていうふうに言う人多いんですけども、最近の事件見たらですねどうもそうとも思えないというのがはっきりしてきたと。でこれ何かっていうとフィラデルフィアゾンビって言われるやつなんですけど、皆さんネットで後で検索してみてください。フィラデルフィアゾンビで出てくるはずなんですけども、これフィラデルフィアのリッチモンドだったかな、なんかかつてはですね高級住宅街だったところがですね今麻薬患者たちの巣窟になっていて、でなんでゾンビかと言われるのかというと、街歩いてる人のほとんどがアル中とかですね麻薬中毒の患者で、ゾンビのようにゾロゾロ
動いたりですね、もしくは街の中で立ち止まったりして、ずっと立ってるんですね。で街がゴミであふれてるんですけども、文明社会管理社会が崩壊したら一瞬でこういうフィラデルフィアのようなですね無秩序と暴力がやってくるというふうにアメリカ人考えがちなんです。これ現実ですよ。これ本当に最近のニュースですからですね、見てくれれば分かると思いますけどもですね、なんですけどもですね、実はこれですね、麻薬患者が立ってうろうろしてるゾンビ状態なだけでですね、あんまり戦い起こってないんですよね。で無秩序がやってくると暴動が起きて暴力の時代がやってくるというふうに、確かに1990年代ぐらいまで考えられてたんですけども、最近そうでもないなという意見がアメリカでも増えてきて、それは何かというと、まず1994年にロサンゼルスでですね大地震があったんですね。有名な大地震があってですね、でそれで文明がですね何日か途切れたんですよ。管理が途切れて警察とか動けなくなったと。そうなるとみんなあっという間に暴動が起きて、で、スーパーマーケットを襲われて個人商店が襲われてってなるはずだというふうに思ったんですけども、ロサンゼルス大地震の直後にですね CNN とかが取材に行くとですね、そこにあるのは何かというとボランティアの人々だったんですよね。つまりもう自分が家もなくなって呆然としてる人たちがもっと困ってる人たちを助け合ってる姿だったんですよ。でこれが結構アメリカ人には衝撃的で、日本のですね9.1じゃない3.14の、東日本大震災あったじゃないですか。で東日本大震災の時もアメリカ人はですね、あんな大津波があって原子力発電所が爆発しちゃったような後では日本も暴動が起きてですね、で地獄のような暴力が支配する社会が来るはずだと思ってたらしいんですけど、ところが日本人もですね整然と、避難所に並んでて、そこでもうあんまり暴力事件も、確かにあるはあるんですけど、暴力事件とかですね、あと食品の奪い合いみたいなのも起こらないと。日本人はすごい冷静だって言うんですけど、いやいや1994年のロサンゼルス大地震でもアメリカ人は冷静だったよと。逆に言えばそういうふうになるに違いないっていう方が間違いだったんじゃないのか。で2005年にですねアメリカの南半分を壊滅させたハリケーンカトリーナっていうのがあってですね、ハリケーンカトリーナでもですね被害に遭った人たちはもう当日からですね、もうみんな家がなくなったりですね屋根まで浸水している状態なんですけど、やっぱりボランティアとして他の人を助けようとしていると。でたまにハリケーンカトリーナで物がなくなったので、例えば食料の値段とかがものすごい上がったりしたんですけども、そうやって暴利を貪るような人がたまにいるんですけども、それがそうするとそこの店主にですね説得に行く人が必ず地域で現れて、でそれがどんどんアメリカから支援物資が送られてきてですね、あっという間に食料が安くなると。つまり被災地でありながらその瞬間1日目2日目ぐらいは物の値段がガーンと上がるんですけども、3日4日もするとですねただで食料を配り出して困っている人に分け与える。でそれをボランティアの人たちは自分たちが盗みもせずにお腹が空いているのにさらに弱い人に渡すようになっているというふうにやるんですね。つまり北斗の拳とかマッドマックスとかですね、昭和の時代の日本のアニメとか漫画でやってたようなですね、文明が崩れればそこは暴力が支配する時代がやってくるというのはファンタジーじゃないのかなっていうふうにですねみんな分かってきたんですね。だから余計お話が作りにくいんですよ。漫画やアニメを作る立場のものとしては、核戦争が起きた後は暴力が支配する時代が来た方がありがたいというのはなんですけど、お話作りやすいんですよ。でもそうじゃなかったら話作りにくいんですよね。これ当たり前で、人間っていうのは何か起こった時にお互い殺し合うような文明を持ってたらですね、それらの文明は、数万人数十万人数百万人レベルの集落であってもですねすでにもう滅んでるはずなんですね。つまり今地球に残っている人間の遺伝子というのは、何か起こった時には我先に生きようとするではなくて、どうにかして全員生きようとするという遺伝子の人間ばっかりが割と残ってるって考えた方が説明がつくんじゃないかなというふうに思います。で
同じようにですね核戦争の後はもしくは文明が崩壊した後は暴力が支配する時代がやってくるのと同じようにですね、よく出てくるのが悪のカリスマっていうやつですね。天才的な悪のカリスマというのがいて、そいつが悪いことをすると。で悪のカリスマは、自分がやることに容赦なくで失敗した部下を次々と殺し、誰一人信じないというですね、もうあるじゃないですか。であれもですね歴史的に無理だなっていうのが、この「世界征服は可能か」の本の中でも少し書いたんですけども、典型例としては織田信長がいるんですけど、織田信長って本能寺の変で殺されたのでですね、なんかああいう好き勝手して悪のカリスマというかカリスマ的に振る舞っている人も最終的に殺されるんだなというふうに僕ら思うんですけども、あれ調べてみたらですね、本能寺って本能寺クラスではないんですけども、織田信長って若い頃から実の弟とか実の母親とかいろんな人にですね殺されかけてるんですよね。生涯30回ぐらい裏切られてるんですよ。で生涯30回ぐらい裏切りに遭っていて、なんとか生き延びてきて、その30回目ぐらいがその本能寺でラストだったんですね。それで死んじゃったわけですよね。だからああいうですね自分しか信じないで、天才肌の悪のカリスマっていうのは無理があるなというふうに僕は思っているんですけども。で、こんな感じでですね、悪を設定する、世界征服を目指すものを設定するというのはすごい難しくなっちゃったんですよね。昭和の時代はまだ何度か成立して、この世界は見ろと、ベトナム戦争を見ろ、あんなわけのわかんない戦争があるだろう、それはなんであんなのがあるのかというと政府が隠してるからだと。であとね、ベトナム戦争と同時にアメリカではですねマフィア戦争というのがあったんですね。やっぱりねケネディ暗殺がすごく大きい事件だったのですね。60年代ケネディ暗殺がすごくあったのでケネディを暗殺したオズワルドというですね人のことをやっぱアメリカ人誰も犯人だと思わなかったので、誰が犯人なんて犯人探しをして、その時一番言われたのが、キューバのですね権益をですね、ケネディ大統領によって奪われてしまったのでマフィアが復讐したんじゃないのかと。これはかなりいまだにリアリティのある説なんですけども、それがマフィアだけでそんなことできるはずがないって、マフィアが当時の司法長官の司法長官じゃないか、国務長官じゃないか、いろんなですね閣僚クラスを巻き込んでケネディを殺したんじゃないのかという陰謀論があったと。こういうですねアメリカの大統領を殺したのは誰だ陰謀論と、なんでベトナム戦争なんかやってるんだ陰謀論が重なってですね、陰謀論すごい信じやすい時代だったんですけどもですね、それもだんだん歴史の中に消えていてですね、悪役、世界を裏で動かしている人というのが分かりにくい時代になってしまったと。で平成の時代にですねこの辺の世界征服とか世界平和とか何のために戦うのかっていう回答を一応ね日本で出した作品があるんですけども、それがですねちょっと僕の好きなですね、五星戦隊大レンジャーなんですね。五星戦隊大レンジャーっていうのは正義の気力を使う大レンジャーと悪の揚力を使うゴーマとの戦いなんですよ。で、最終回ですね大レンジャーはですね、シャダム、悪のですねボスシャダムを倒すんですよね。で、ゴーマの悪のボスのシャダムを倒すんですけど、ところがシャダムのですね全身がドロッと化して崩れていくと。実は、支配者のですねゴーマ15世とかですね幹部とかですねシャダムはですね、ゴーマを裏から操るシャダムに操られた命を持った泥人形だった。しかしそのシャダム自身も泥人形だったのだっていう話になってきて、多分これナディアだと思うんですけどもですねナディアの最終回もそうなんだったんですけども、そういう話なんですね。で最終回でですね正義の大レンジャーはゴーマを倒したと。でナレーションでですね最終回こうしてゴーマは滅んだとかみんなで相談して大レンジャーを解散することになった。解散するんですよ。でそして瞬く間に50年の歳月が流れた。
最終回で50年の歳月が流れてもう全員じいさんになってるんですね。じいさんばあさんになってるんですね。で東京駅の地下に大レンジャーの基地があるんですけど、そこで大レンジャー同窓会っていうのをやってるわけなんですよ。でそこにですね主役が現れてですね、大変じゃと、ゴーマが現れよったって言って、本当かよってことでテレビつけたらですね、地球人ども人間ども地球はゴーマが支配するって言って、またゴーマの巨大怪人が現れてるんですよ。で、そうするとこの5人の孫が急に現れてですね、同じ俳優さんがやってるのが現れて、おばあちゃんたちが聞いてたわよ、いつかこんな日が来るんじゃないかって言って変身して戦い出すと。でこれなんでかっていうと、一つもともと太古地球にはこれ五星戦隊大レンジャーって中国憲法がテーマなんですよね。で中国憲法では全てというか中国思想で全てを陰と陽に分けると。でもともと一つの力が陰と陽に分かれて、この陰と陽の相国お互いの戦いの結果、いろんなものが生み出されると考えありますよね。あれなんですよ。つまり気力を持っている大レンジャーと揚力を持っているゴーマっていうのは2つで1つの存在だと。で揚力を全て滅ぼしてしまったら気力も滅ぶ。だから大レンジャーももういらない、存在しないから解散しなければいけない。しかしそのうちにこの地球ではまた揚力のゴーマが現れる。その時は気力を持った大レンジャーは再び戦わなければならないというですね、なんか最終回でそういうようなことをやってるんですね。で善と悪両方を必要なものとして捉えるんですよ。だから大レンジャーの最終回って悪は滅びて終わるんではなくて、悪が復活して終わるんです。で悪が復活して、でこのかつての老人になったかつてのヒーローたちの孫たちがもう一回変身して戦ってくれることで、よし世界はこれでいいんだと、正義と悪とが戦うことが正しいんだっていうですね、とんでもない最終回なんですよね。でこれなんだろうな、バットマンのダークナイトをはるか昔にやってるんですけどですね、ここまでヒーローものの最終回答なんですよ、これ言っちゃえば。でここまでやっちゃったらですね、もうあとはないんですね。なんだろうな、善と悪と両方必要なものとして捉えると。人間っていうのは正義の心と悪の心を両方持たなければいけないと。正義の心と悪の心を両方持ってるからこそどうすればいいんだっていう葛藤が生まれて、その葛藤が人間の成長になるって考え方ですね。同じように地球の平和っていうのはどうやって訪れるのかっていうと、常に永久に平和を守るために戦い続けることで地球の平和というのが保たれるっていうですね、なんかもうね多分スタッフにいないんですよ。第二次大戦の経験者がいるとさすがにねここまで俯瞰したものは作れないんですね。そうは言っても戦争はっていう考えが出てきちゃうんですけども、全て戦後生まれのスタッフで作っちゃったと思うんですよ。なのでこの頃ぐらいからですね、なんだろうな、絶対的な悪っていうのは悪も必要なものなのだっていう考えになってきちゃってるんでですね、僕らの世界では登場できなくなったんですね。ではヒーローものの最終回答なのでここまでやっちゃったらもうあとはないと、世界征服ものは終わりなのかと、違うんですよ。令和の時代に実は世界征服ものがあるんですけども、僕らはそれを世界征服ものとして認識してなかったんですね。何かっていうとですね、これですね、ドクターストーンなんですよ。ドクターストーンってね世界征服ジャンルなんですよ。合理主義と科学主義のみで世界統一をしようとしてる話なんですね。で世界征服ものと分からないように人類が一回滅亡して、で必要な人間を少しずつ生き返らせるところから始まってるから、割とね世界征服って気が付かないんですけども、この主人公のですね、やってることですね、はですね、こいつがやってることはですね、あれなんて言うんだっけ、こいつの主人公の名前、先空だ。先空やってることって合理主義と科学主義のみを正しいこととして、でそれに反する人間たちを次々と合理主義科学主義で従えて、共通の敵に向かってですね、なんか月の向こうにいるだろう共通の敵に向かってですね戦いを進めていくっていうですね、割とね悪いことやってる悪いことというか、昭和の時代だったら悪役がやるようなことをですねガンガンやってるんですよ。熱く書いてるからそんな気がしないし、割と人道的には少なくとも悪いことしてないので、いいことみたいに
聞こえるんですけどもですね、世界征服ものなんですね。しかしこれね、漫画の中ではですねそんな問題起きなかったんですけども、ドクターストーンってね実際にリアルにちょっと考えたらですね、えらい問題抱えててですね、僕はそれをですね読み様問題って呼んでるんですけども、バビル2世っていうですね昭和の漫画アニメがあってですね、その中で出てくる悪役でヨミ様っていうのがいるんですね。でこのヨミ様がめちゃくちゃね気の毒な人なんですよ。であまりに気の毒なので分かりやすいように僕はこの「世界征服は可能か」の中で見開きページでですね「ヨミ様すごろく」っていうのを作ったんですけども、まずヨミ様はですね世界征服するためにチベットにですね基地作ってるんですね。でそこにですね後にライバルになるバビル2世がやってくると。であんたがヨミかって言ってですねバビル2世が言うんですね。ここがスタートです。でバビル2世をちゃんと誘うんですよ。どうだい私と手を組まんかと、私とお前が手を組んだら世界征服することは可能だって言ったらバビル2世がですねちょっと考えますって言うんですね。しかしですね冷たい目をされるんですね。であの目は俺と戦うことを決意した目だということですね。確かにその通りですね、やられるんですね。ヨミ様とか、襲われてですねもうこの基地はダメだとよしみんな逃げろとか言ってですね基地が破壊されるんです。せっかくチベットの奥地にですね世界征服のための基地作ってたのに破壊されてですね、もう悔しくてしょうがない、悔しいですね、クソクソバビル2世目って言ってですね、その後別のところに作っていた本格的な科学基地ですね、人類を征服するためにですね、腕が何本もある人間とかですね、あと、政治家とかに人間そっくりに作ったロボットみたいな人造人間も作ってたんですけど、それらも全て破壊されてですね、ヨミ様本当に自分の基地を大事にして部下を大事にしてるのに全部やられてしまって、最後雪崩で死んでしまうんですね。雪で雪崩に追われて死んでしまって、その後も平和がやってきた、地球は何事もないように思えたみたいになるんですよ。しかしもうね次のページで復活するんですね。ヨミ様が今度は宇宙から来たウイルスにですね、体が侵されて、その代わり不老不死とあと永遠ものすごいパワーを手に入れるんですね。だからヨミ様はこういうカプセルに入ってないと部下にそのウイルス病気を移されちゃうんですよ。でもものすごい能力を持ってるんですよね。で、バビル2世とそれでもう一回生き返って戦うことを決意するんですけども、すぐ疲れて寝ちゃうんですよね。で、ゆっくりお休みくださいっていうふうに部下はガラスの向こう、病気にかからないガラスの向こうから部下ゆっくりお休みくださいって言うんですけども、すぐ起こされるんですよ。ヨミ様助けてくださいですね。ヨミ様バビル2世が現れましたって言ったらすぐ叩き起こされるんですよ。ですぐ叩き起こされたらヨミ様がもう起きて頑張るしかないわけですね。部下たちではですねどんな化学兵器を持っていてもバビル2世が一人で乗り込んできてすごい超能力を使い出すと、もうヨミ様の超能力でしか戦いようがないんですね。でそれでですねバビル2世にだんだん何回も戦って追い詰めてきて、もう死んでもいい頑張るって言うんですね。ここで俺が負けたらもうバビル2世に負けだと、それはもう俺が二度と世界征服をできないことを意味すると、それは私にとって死を宣告されるのも同然だと言って頑張るんですね。でそんな頑張りすぎるからすぐ、ヨミ様休んでくださいって部下は言ってくれるんですよ。今のヨミ様には昔の力はもうないと、できるだけ休んでいただくしかないんだ。もうヨミ様はねあっという間に体がボロボロになって老人になってしまいます。で休むんですよ。しかし攻撃されたらすぐ叩き起こされるんですよね。お前はヨミ様起こしてこいはっていうことで、ヨミ様助けてくださいってすぐ部下が起こしに来るんですよ。でその結果また基地が破壊されて、もう最後に言うのはこれですよ。俺は自分の作った基地で静かに眠りたいって言うんですけど、ヨミがバビル2世とずっと戦って連載何年もして、最後の結論が静かに眠りたいと、自分の基地で眠らせてくれた、大好きな自分の基地で眠らせてくれって言って、北極海北の海で眠るっていうのが終わりになるんですけども、これがヨミ様すごろくですね。はい。でギャグに見えるかもわかんないです。これ本当にバイブル2世の中でずっと展開してるやつで、基本的にそのドクターストーンってこの問題を書いてないんですよ。誰か一人超優秀なやつがいて、そいつが全てを握っていて、もちろんヨミ様にも部下に優秀なやつがいて、でロボットを設計するやつとか、なんか工場をやるやつとか、戦闘員もですねヨミ様に匹敵するような能力を持っている、超能力を持っている戦闘員もいるんですよ。それは先空の部下とか先空のライバルで仲間になったやつで有能なやつがいるのと同じなんですけど、ところが先空、この主人公がいなければ
実はこの先空の戦い世界征服というのは完了しないんですね。でこいつ一人の頑張りに全てがかかってるわけですね。だからやっぱりね、先空が神様だとするとこの世界の中のバビル2世は司というやつなんですけどね、高校生ですごい身体能力を持っているやつっていう、だからそれとの戦いが前半のクライマックスになってるんですよ。で後半はですねそのドクター・ゼノって同じ科学力を持っていて同時に軍事力を持っているドクター・ゼノってやつを戦って、これがすごいしんどい戦いになってくるんですけども、両者ともにいわゆる先空さえ殺せばっていうところにあまりお話がいかないですね。時々行くんですけどもそこまでなんかならないんですよね。バビル2世のようにですね、とりあえず黄泉を疲れさせたら黄泉を倒しさえすれば、なんとかなるだろうという話に持っていかなかったんですよね。でもしこれ先空が、地球の危機みたいなものを回避させて、ネタバレになっちゃうからあんまり言わないんですけども、なんだろうな、地球人類を全部化石化しているところから開封してどうなっちゃうのかっていうと、多分その価値観の複雑さを先空は処理できないんですね。先空はそのイスラム教徒をどう扱うのか、復活させた後のアーミッシュをどう扱うのかですね。アメリカでいわゆるその近代文明産業文明以降の文明を全部拒否している、教団の人たちアーミッシュというのをどうやるのかと。エホバの証人をどう扱うのか。エホバの証人なんていうのは近代医療を否定しているわけですから、自分の子供であっても例えば輸血は受けさせないということで神に祈るということをやってですね、見殺しにしちゃう、結果的に見殺しにしちゃうことになるんですけども、そういう人たちを先空は彼らの信じていることだと言って許せるのかというと、漫画の中で描かれている先空のキャラクターとしては許せないはずなんですね。なぜかというと科学と合理主義が全ての上に立っている世界統一世界征服をしたからなんですよ。でもそこまでいかずに漫画がちゃんと終わってくれたからこの問題にタッチしなくて済んだんですけども、先空の思想でじゃあ世界征服をした後人類復活を成し遂げた後人類はもう一回平和になるのかというとそうはいかないんですね。トマス・モアっていう人がですね「ユートピア」というですね、小説ですよね。で書いた通りですね、多数の価値観があればそれは世界統一ではないと。真の平和というのはたった一つの価値観たった一つの宗教でこの世界が一つになっていて人々が自由を感じないっていうのがちょっとこれ限定の方で話すんですけど、それがトマス・モアの考える世界平和のユートピアの定義だそうですけどというなんか世界なんですね。でなのでですね、もう悪のいない世界が僕らの世界なんですよ。でもうトップガンも悪がいなかったですね。トップガンマーヴェリックもですね、誰が悪いのか誰が戦争を起こしているのかというのを描かないまま映画作るしかないし、最近の007もですねスペクターというのがあったんですけど、それもなんかちょっと時代錯誤であんまり内面描かない、組織の内部を描かないまま終わっちゃったんですよ。で誰も世界征服を目指してくれないからですね、エンタメがね成立しなくなってしょうがない。だから俺新仮面ライダー来年のがですねすごい楽しみなのはこの問題点どう扱うのかなんですよね。本当にこれをねどうにかしないとお話が成立しないんですよ。理不尽以外を敵にできないんですよ。で考えてみれば新シリーズって全部理不尽を敵にしてるんですね。例えばエヴァンゲリオンとかですね、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマンっていうのはですね、直接的な敵がいてこれと戦うっていうのはあまりやらずに済んでるんですね。だからエヴァンゲリオンもやっぱりこの世の理不尽みたいなものが相手だし、シン・ゴジラも理不尽の象徴としてのゴジラが日本に現れるってことだし、シン・ウルトラマンもですね一応外星人ということで敵みたいなものが現れるんだけども、決定的な対立になる前にその外星人がなんだろうな、これはもう利益にならないなと言って帰ってくれたり、もしくは武器がやられたことで侵略そのもの、光の国がですね地球をなくすということ自体がなあなあになって終わるんですね。敵がものすごい設定しにくい。ところが新仮面ライダーはそうはいかないんですよ。もう予告編でね雲男とか八女が出てきちゃってるわけです。じゃあ雲男とか八女は誰が改造したのか、その目的は何なのかということでですね、ショッカーというですね地球征服を企む悪の組織を
設定せざるを得ないんですね。もう設定せざるを得ないんだけども、それをどう描くのか、もう本当に昭和の通り世界征服を企むで押し切っちゃうのか、もしくは相変わらずこれも新シリーズだから、そのショッカーとは何かっていうと理不尽ですっていうふうに下げちゃうのか、正体は分かりませんっていうふうに逃げちゃうのかって、もうね確率半々だと思ってるんですけど、かなり楽しみなんですね。ではですね、さて悪のいない世界、悪が設定しにくい世界で世界征服がどうなってしまうのか、世界征服が果たして可能なのか、ここから先は限定になります。もうね55分も話したんです。お疲れ様でした。今日の無料はここまでです。次回のゼミはですね、サイコパスの人生相談なので、お便りコーナーからですね送ってくれた人にはですね、今月のですね恐怖のステッカーを差し上げます。よろしくお願いします。9月から3回連続で恐怖ステッカーですね、採用者にはこれを発送します。本当にね世界征服難しいというのと、ヨミ様がかわいそうすぎるというか、かわいいのでですね、バビル2世皆さんですね、ぜひ読んでほしいなということでですね、無料を得たいと思います。それでは限定に切り替えてください。さてここまででかなり話したので、